しばらく遊んで暮らせるかもよ。そうでなくちゃ。感謝なさい。小暮か。俺は英語は読めねえ。ちょっとした事務連絡さ。カーナビか？ま、そんなもんだ。軍事衛星と気象衛星の電波を拝借してる。そんじょそこらのカーナビとはわけが違うってことか。どんな状況下でも正確無比。データ次第で起点の移動も1メートル単位だぜ。それに耐久温度も80度からマイナス20度と幅広く取ってあるからな。モニターとコンピューター本体を一体化できないか？ご希望とあらば。お、また来た。おや、俺が細工しといた例のゲームマシンからだぜ。依頼か？オリがエレノバ？オリがエレノは女だな。もう一つ名前があるな。アンドレイ・セルゲイビッチ・ロマノフスキー。ロシア人か？ああ、こっちが依頼人。女はその連絡係だ。アンドレイ・セルゲイ、それにしても長えな。俺だったら解明するね。ロシア人の名前には必ずミドルネームに父親の名前が含まれているものなんだ。親父の。へえ、だから長えのか。我らが友セルゲイ・アレクサンドロビッチ・ロマノフスキーが神に召されました。セルゲイ・アレクサンドロビッチは信仰に生き、そしてロシアと日本を愛しました。それでは皆さんも我らが友セルゲイ・アレクサンドロビッチ・ロマノフスキーに最後のお別れをしてください。夕方、邸宅の方へいらしてください。セルゲイ・アレクサンドロビッチ・アレクサンドル。あった。アレクサンドル・フョードロビッチ・ロマノフスキー。
1874年生まれ、公爵。帝政ロシアの国策会社東シベリア会社の最後の総督。貴族の末裔か。あ、小暮か。例のカーナビの件な。もう一つお願いがあるんだ。なあ、大気温度な。マイナス20度じゃ弱すぎる。ロシア公爵失踪。ロシア革命の最中か。ロマノフスキー公爵は7日、長男セルゲイをアメリカ貨客船リンカーンに乗船させた後、次男ウラジーミルを伴い、およそ50機のコサック兵を率いて過激派討伐に出兵。しかし現地に到着することなく消息を絶った。お待ちしておりました。あんたがオリガ・エレノは？はい。亡くなったセルゲイ・アレクサンドロビッチ・ロマノフスキーの秘書をしておりました。こちらです。はじめまして、別府です。意外に若いな。アンドレイ・セルゲイビッチ・ロマノフスキーだ。オリガの話によると、君はいかなる相手とも交渉すると聞いている。必要であれば。ただし必要かどうかは僕が決めます。そうか。君はロシアを知っているかね？あなた方を前に知っているなんてとても言えませんね。ロシアとは魂まで凍てつく寒さのこと。吹雪と白樺林を渡るナイフのような風、そして果てなき大地。私は一度としてその大地を踏みしめたことがない。そんな私がどれほどロシアに帰りたいか君にわかるか？わかります。親子合わせて78年間も異国の地で暮らしてきたんですから。あなたの帰国が交渉の中身だとは思えません。要件に入ってもらえますか？私の祖父アレクサンドル・フョードルビッチ・ロマノフスキー。祖父には2人の息子がいた。私の父セルゲイ、そして次男のウラジーミル。1917年に起こったロシア革命。シベリアも例外ではなく、革命派と保守派の内戦が頻発していた。そんな中、1919年、祖父は私の父セルゲイを船で渡米させた。その直後、革命派を討伐すべくウラジーミルを伴いコサック兵50機と出発。そのまま帰らなかった。なおナジェージュダ・イワノーバナ・パブレツカヤという。愛称はナージェンカ。現在12歳。
ウラジーミルの孫娘だ。彼女が孫娘である確証は？彼女自身がウラジーミル・バーボチカの孫と名乗っていることだ。バーボチカは蝶々。ウラジーミルは蝶々が大好きでな、家族の間でだけバーボチカと呼ばれていた。しかし決め手になったのは指輪ですね。どうして？あなたの指輪と彼女の指輪が一対であることは公爵の肖像画を見ればわかります。祖父は一つの指輪を二つに割り、二人の息子に与えた。神の恩寵で兄弟が再会できるようにと願いを込めて。見せてもらってもいいですか？よかろう。父とウラジーミルは結局再会を果たせなかった。しかしこうしてウラジーミルの孫娘が現れ、父はナージェンカを日本へ呼び寄せようと手を尽くした。だが実現を見ぬままこの世を去った。呼び寄せるのに失敗した理由は？内務省体内防潮局シベリア地区司令官の許可が下りなかったからだ。なぜ？極めて政治的な問題です。シベリアで行方不明になった祖父、アメリカに渡った父、そして私。ロマノフスキー家は3代にわたり反社会主義を唱えてきた。それで本国では今でもなおあなたを政治犯とみなしている。そういうことだ。ソ連は崩壊したというのに？たとえソ連が崩壊してもロシアは純然たる社会主義国家です。それで僕の役目は？私の代わりにシベリアへ赴き、ナージェンカを連れてきてほしい。このまま放っておけば彼女は当局の監視下で一生を送ることになる。その写真の表情を見ろ。ナージェンカの幸せ、それが亡き父の遺言でもあるのだ。わかりました。お引き受けしましょう。ただしあなたの代理人ではなく、あなたの父セルゲイ・アレクサンドロビッチ氏の遺言執行人として指輪はお預かりします。何？交渉に指輪は必要ないだろう。あなたは指輪でナージェンカを信じた。指輪なしでどうして相手が僕を信じることができますか？では私が正式な文書を発行する。それではどうだ？いいえ、今のロシアではそのようなものは意味をなしません。この交渉に指輪は不可欠です。シベリアったってヒマラヤに比べりゃマシよ。シベリアなら酸素はたっぷりあるからな。寒さとは直接関係ないだろう。たく、酸素が少ないと食い物も熱にならない。寒さの影響をもろに受けちまうんだよ。よしさ、よー、主任悪いね。準備できてるよ。どれほど寒くても人間の器具ってのは汗を吹き出す。そいつが凍ると命取りだ。そのアンダーウェアは毛細管現象を利用して水分を外へ押し出してくれる。身軽だな。よし、それじゃあ体感してみるか。零下40度、極寒のシベリアを。
無風でこれか。こんなに早く手足が。2時間か。まあもたねえだろうな。2時間だ。大したやつだよ、まったく。途中で音を上げるのを待ってたのに。フードには毛皮をつけてくれ。それとこのゴーグルは俺の顔には馴染まない。変えてくれ。仕上げるのに2日必要だ。ゴーグルは俺が前使ってたのを試してみろ。指先の保温はこれ以上無理なのか。ユーゴ、今までこの手を何だと思ってた。冬山のプロでもこれだ。手足の末端の保温に完璧はない。その時の気温は大したことはないさ。零下28度だ。では続いてスウェーデンからのお便りをご紹介しましょう。マリコさんこんばんは。私はストックホルムに住んでいます。マリコさんの放送は毎回欠かさず聞いています。ありがとう。白夜の生活にもようやく慣れ、言葉も生活する程度なら困らなくなりました。やはり昔の人が言う通り、習うより慣れろということですね。ユーゴさん。ああ。事前に連絡をくださればお待たせすることもなかったのに。ごめんね、いつも急に現れて。いいえ、それで今日は？うん、マリコさん、人の声って聞き分けられるよね。失礼ですね。こう見えても私アナウンサーですよ。今のロシアではそのようなものは意味をなしません。この交渉に指輪は不可欠です。明日から毎日ここへ電話をしてほしいんだ。どういった内容で？テレアポでも何でも構わない。任せるよ。わかりました。今のテープの女性が出るはずだ。もし電話に出なくなったり出る人間が変わったら連絡してほしい。はい。でもどうやってこちらから連絡を？僕が毎日マリコさんの放送をチェックする。短波ということはまた外国ですか？ラジオを使うにしてもせめてキーワードを決めていただかないと。バーボチカ。バーボチカ？情緒ね。ロシアですか。クライアントが信用できないんですか？なぜ引き受けるんですか？悲しそう。意図的にその表情をさせられた節がある。そこまで分かってるのに。その子が身寄りもなくたった一人でシベリアにいることに変わりはない。相変わらずそんな生き方ですね。これ以外の生き方が思いつかない。人ここに
幼き頃を思い出す。ゲチュゲチュ心掴んでいつまでも離さない。ベイビーベイビーいつになったら抜け出せるの I don't know。ロシアにおけるユダヤ人の歴史は古く、また迫害の歴史も長い。100近い民族が行き交うロシアで、ユーゴはその悲しい歴史を背負ったユダヤ人の娘と出会った。そして何者かに狙われる指輪。次回ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション第2話、取引。